それうまいよ。まあ、ある意味カッピングに近いですよね。あ、そうだね。あとコーヒープレスとか。てかまあ普通にうちで販売してるディップスタイルと一緒なんですよ。はい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 。だからうまいに決まってて。はいどうも、コーヒーに愛された男勝也です。あれ今日なんかめっちゃシンプルなそう道具が机の上に、いいでしょはい、これは何ですか？最近、はい、コロナもさある程度終わって、はい、出張増えたんですよ。あー、で、飛行機乗る機会も増えたし、はい、新幹線とかも増えて、そういう時にうまいコーヒーって飲めないっていうのが世の常じゃないですか。確かに。でもなんか俺嫌なんですよ、はい、飛行機の中でしっかりガーってやって、はい、エアロプレス使ったり、はい、ちっちゃくこう周りに気使いながらドリップしたり、そういうのはなんかちょっと違うなって思ってた時に、はい、この間ふとこれでいいじゃんっていう、はい、これはお茶を入れるやつですか？そう、前にさオーツミルクブリューって紹介したじゃんね。あん時のやり方でやりゃいいじゃん。確かに超簡単じゃない？確かに。したらだってまさにこの C2 が一番役立つ時が来るよね。一番コンパクトなので、こういう時こそですね。こういう時こそで、もう行く前にグラム測っといちゃうんですよ。ここに豆入れて。これ12グラム入れてるんですけど、でこれをもうここでバーって入れて、飲みたくなったら引いてガーって引いて、この中詰めて CA さんに「すいませんお湯ください」って言って、それで美味しいコーヒーが飲めちゃう。画期的じゃないこれ。確かにそうですね。だってマジでこのダイソーで買えるから、こういうお茶パックとかだしパック、ちょっと多めに飲みたければこっちでもいいし、俺別にこっちでいいんじゃないと思うんだけど、多分超安上がりっていうか、これさ機内に限らず旅行先これでよくねっていう。旅行もキャンプもこれがもしかしたらドリップしたいとかそういうこだわりがね、あればあれですけど。そうこの間インスタで俺ライブしたんだけど、アウトドアでコーヒー入れてきた。あ、そうです。そうされてましたよね。行かれてましたよね。ソロキャン風に、はい、周り友達いっぱいいたんだけどそうあれはでも確かにキャンプ場は入れたいね、自分で。いや美味しいですからね。うまかったな。てかもう空気が異常に美味しく感じたもんね。そうだからああいう時はね、もちろんいいんだけど、やっぱね、周りに人がいるとか、そういう機内みたいな狭い空間だったらこれがもう答えじゃない？でも確かに結構こうお仕事で世界飛び回られている方とかもやっぱりいらっしゃるわけで、そういう方ってやっぱり世界それぞれその国で美味しいコーヒー豆を買ってまた次の国へ出張に行かれるってお話も聞いたりするので、これでいいかもしれないですね。それで確かにそれいいね。なので今度俺アメリカ行ってくるんで、ちょっと機内でやってみようかなって思います。はい、でも今日はちょっとこれのね、実際どうやってやんのって、これもでも今ので紹介終わりだけどさ、実際やってみるね。はい、これ今タイムモアで20クリック、C2 の20。ちょっと中引きよりかな。俺普段のドリップは、C2 とかだったら25、6でやったりするんだけど、確か。だから機内こんだけのスペースあればそうです、できちゃうからね。エコノミーでもやれなくはない。全然できるよ。そうですね。なんかやっぱコーヒー飲みたいなって最近思うようになって、はい、昔全然思わなかったんだけど、この方法さえ知っておけばどこでもうまいコーヒーが飲めちゃう。すごくない？これで。これ毎回俺うまくやれないんだよね。粉がこぼれそうになりながらいつも本当に出汁取るやつですよね。超簡単で、あとはもうお湯くださいっていうだけ。ちょっとねこぼれやすいんで、
そこをギュッてやった方がいいとは思うんだけど、でまあもらってもいいし、こういう自分でねステンレスのマグ持ってってもいいと思うんで、ここにお湯をもらえるから、なんならさ確かお湯って取り行ける、そうなんですか。確かなのでここポンって入れてもいいし、まあ普通に CA さんにもらう紙コップのお湯にポンって入れるだけでもいい。いやうまそうなこれ。めっちゃいい匂いしてますけど。これ今度うちで出すボリビアの豆なんですけど、ボリビアのアーカンヘルっていう多分ねフィロコフィアファンなら知ってると思うんだけど、超うまいコーヒーなんですよ。前に出したアーカンヘルのカトゥーラのナチュラルってとんでもなくうまくて、俺がもう毎年そのアグリカフェにアーカンヘルのカトゥーラナチュラルないのって言ってもう売れちゃったとかで、今回はもう去年の夏行ってるからこれ絶対買うからって言って買わせてもらったやつ。はい、というわけでポンで機内ってなんか調べたら 0.8 気圧を保ってるらしくて93度ぐらいまでしか上がんないらしいんですよ。なのでもらった時のお湯の温度を考えると90度ぐらいかなって思うんで、これも90度でやっていきます。で時間はねさすがにみんな時計とかあると思うんで、それで測っていきます。じゃあ入れます。機内で超厳密にうまいコーヒー飲もうっていう方が野暮なんである程度の美味しさを求めていきましょう。ある意味何やってんだろうこの人はって感じで見そうられますけど、でも海外だとあんまそういうのみんな気にしないっていうのあるかもしれないですけど、でも実際今これケトル使ったからなんか本格的に見えるけど、実際はお湯とこれしかないから。お湯入れてくださいでもいいわけですもんね。お湯くださいでそこにポチャンで終わりで、あとは3分ぐらいなんかうまそうだなとかって言ってればいい。これ抽出中は蓋は閉めない方がいいですか？実際機内でさカップでもらったら蓋ないじゃん。確かにそうなので今はちょっとそれを再現。でもこういうのがある人だったら多分ね閉めてもいいと思うよ。でも多分それで抽出効率が変わるかって変わんないんじゃないかな。じゃああんま気にしなくていいところですね。こぼれないようにするぐらいかな。いやこれマジ画期的だよね。確かにこれでいいじゃんってすげえなんか腑に落ちた。この間飛行機乗ってる時哲さん出張をね毎月のように今そうなんか本当にありがたいよね。6月世界大会だからさ、それに向けて結構いろいろ動いていかないといけないよね。この動画が出る頃には販売してんのかな。今はもうラダコーヒーでは飲めるようになってるんですよ。聞いてください。もうラダコーヒーじゃないんです。そうフィロコフィアシャポー船橋店になったんで。じゃあもうフィロコフィアで統一されたっていう。なるほど。そうなんですよ皆さん。フィロコフィアだけになりました会社がなんか分かれてる感じありましたね。そう今までここフィロコフィアと同じ会社なのみたいなよく言われてたんだけど、なんかもうお客さんも混乱するよなと思って。分かりやすいですね正直。なのでもう店舗名は全部フィロコフィアで、あとは後ろに地名がつくみたいな。201だけ201とはみたいななんかなるんだけど、そうですね。あそこはねあそこでもう OK。 じゃあ3分。普段うちのディップスタイルとかって4分ぐらい待つんだけど、3分で十分でしょ。じゃあ飲んでいきます。でこの中のパック、どうすんの問題、これもう無視しますこれはいいよそんなの一緒に飲もうぜそれうまいよ
ある意味カッピングに近いですよね。あ、そうだね。あとコーヒープレスとか。てか普通にうちで販売してるディップスタイルと一緒なんですよ。はい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 。だからうまいに決まっててだから好きなというかさ、もうこれ万能なんだよね。確かに。なんかうちの豆で売ってないディップスタイルも豆で買ってきて引いてこの中入れてパンって入れればもうディップスタイル完成しちゃう。でも今これ冷静に話聞いてると、じゃあディップスタイルをフィロコフィアで買って旅行に行けばいいみたいな感じで若干今私は思っちゃいましたけど。いやまあぶっちゃけそうなんですよ。俺この間伊勢行ってきたの、はい、参拝しに、はい、でその時やっぱりディップスタイル持ってったもんねでやっぱりさ旅館とかホテルとかもコーヒーあってもまあじゃん。はいはいはい。だからもうこんなのポンっていって入れればいいだけじゃんみたいな。しかも 12g ぐらい入れてると 1,2 杯は余裕で飲めちゃうから。まあでもこれは自分の好きな豆で入れられるっていうね、もちろん利点がありますね。そうあ、やっぱこれいいよ。これが最強だと思ううんこれなら器具いらないからね。あとはさ、これ飲み終わったらさ、もうまたなんか水とか入れてさ、持ち歩いて飲めばいいんだから。これが飛行機で飲む最高にうまいコーヒーの正解です飛行機ってすごい限定しちゃうとなんかあれですけど、でもまあね、お出かけ時の、まあ確かに。まあでもね、飛行機の中でも確かに飲めるんで。そう。すごくない？結構なんか画期的じゃんって思いました。全部だって安い。100円。まあこれはまあ何千円かしちゃうけどね。だからまあ手持ちのグラインダーとこれだけあれば、あと豆。もう豆はもうここに入れとく。たくさん飲みたかったらもちろんこうやってもうパッケージごと持ってっちゃった方がいいんだけど、そこで1個だけ問題なのがスケール必要じゃんみたいな。ああ確かに。そう、何グラムとかって測んなきゃいけないから、俺はまあもう1回分をこの中入れて、まあ、持ってっちゃう。もしくはコマンダンテ持ってる人だったらこういうさあるじゃん。まあいわゆる予備の。そう予備なので、ここになんか 12g とか入れて、それをまあ毎回引くっていうやり方でもいいと思う。あとはこれだとハリオさんから出てる前動画出した。そうなんすよ。あれ完璧。どれかわかる？あれですよいや言えよっていうねハリオのスケールマグあるじゃん。そうこれね、さっきこの動画撮影する直前に、はい、スケールマグ最強じゃんみたいな話になってね、確かに。だってこれスケールマグじゃないですか。この下にスケールついてるのがハリオのスケールマグだから、これとこれ、そうですよね、とあとこれ、はい、がまあこれがスケールマグだったらね、これでいつでもどこでもめっちゃうまいっていう。だって1週間ぐらいは余裕で 100g ぐらいあれば飲み続けられる。だから旅行先に持ってくのってドリッパーなんていらないんじゃない旅行先は。いやまさにこれなんか今度のポートランドシアトルちょっと1週間ぐらい行くから、そこはこのセットで行こうかな。これはスケールマグに変えて、いいですね。ただまあ出歩く時ね、スケールマグだとあれ難しいんだけど、まあでも部屋で飲む分にはこれがいいかもっていう内容の動画でした。ちょっとふとこの間思いついたんで、ちょっと共有したくなったんでね、皆さんもぜひやってみてください。このお茶パックマジで旅行とか出かける時のコーヒーライフが格段にアップするからやってみてください。というわけでこんなところですかね。はい、まあレシピは本当人それぞれでいいと思います。今回は 12g 使ってお湯もなんか適当に入れてます。で10g でもいいし薄めにしたければ。ただ浸すだけだからちょっと多めに使った方がいいと思います。ほんでなんか最悪濃すぎても2杯目とか飲めるし、それで楽しんでもらうのがいいかなと思います。ちなみにこれの C2 の場合は、20クリックでやりました。そんなところで、はい、いいかな。皆さん試してみてください。ではこんなところですかね。楽しかったよ、はい、役に立ったよって方は高評価、チャンネル登録をお願いします。ではお疲れ様です。
ちなみに、はい。今、ふと思ったんだけど、はい。これすらいらなくない？普通に、はい、気に入ってる豆を粉で買って、はい。これとか粉で買ってこれとこれだけ持ってけば確かにもうその場でバッて適当に量詰めて入れるだけでいいんじゃない？袋密封されてたらそこまでまあ劣化緩やかに進むので全然平気だからそれでいい説あるね。じゃあ C2 すらいらなかったかもしれない。C2 すらいらない。必要なのは粉とこれだけ。その方が楽っちゃ楽かも。確かに。おもむろになんかこれと粉取り出してさあお湯くださいとか言って、はい、ありだったな。まさかの撮影後にそれに気づくっていう。